こんにちは。じゃあ、じゃあ、今日は心拍の荒木を、ちょっと骨を作っていきたいなというふうに思ってます。この木に関してはですね、山木になるんですよ。山木なんだ。はい、山木なんですけど、そこにいい章を継いだ、素材になっております。なので、非常に細かくて、杉っ葉になりにくそうな章になってますね、これは。でただその後ずっと多分おそらく放置されていた木になるので、枝が暴れております、なのでこれをちょっと針金をかけて、骨を作っていきたいなというふうに思ってます。じゃあやっていきます。はい、お願いします。この木なんですけど、第一にこのシャリですかね。そこが一番のメインになるかなと思いますが、全体的に横に長くてですね、バラバラと暴れているような状況になるんですけど、立ち上がりからこの幹の動きはなかなか見えにくいかなというところがあるので、あとはここに前にグッとね飛び出してる枝もありますし、どうしたものかなみたいなのを考えながらいつも世話してるんですけど、今回ちょっと、角度を変えたりとか、ちょっと長いのを手繰ってみたりとかして、少し縮められるところは縮めて、ちょっとキュッとした印象になればなっていうふうには思ってるので、そういう感じでやっていきます。幹がこれぐらいの太さなので、すごく太い木ではないと思うんですよ。ただ動きがある木なので、それが強調できるような樹形にできたらなと思ってまして、1個は、ちょっと立てるっていうのが1個あるかなと。ひょろひょろとした文人っぽいようにも作れるし、ただ現状ここが一番荒々しい部分になるので、逆にこうやって伏せてあげて、県外っぽく、でこっちに雨風がさらされたような雰囲気が出せたらいいのかなって、その2通りで考えてはいるんですけど、正面はこっちなんですね。こっちで作っていこうかなと思います。反対側ちょっと見ていただくと、少し落ち着いた印象ですよね、シャリがね。そうですね。なので、今回はこっちで少し角度はこれぐらいかなって思ってます。なるほど。作ったらいい木になりそう。リズムが出れば将来性はあるんじゃないかなと思いますんで、これを実際やっていきたいと思います。これ防腐剤です。大宮の盆栽園だったらおそらくどこでも買えるかなと思いますけど、企業さんと1回コラボした経緯がありまして、うちの盆栽はこれに載ってるものが多いんですけど、こういう盆栽を乗っけるときにですね、こういうのってタッパが高いから風に煽られて倒れたりとか、転倒したりとかすると思うんですけど、これの中央には紐ついてるんだ。紐が通せるような穴もありますし、そもそもこことこうやって紐で結んであげれば倒れないです。でこれ素材的にはしっかり重い素材になっているので、1個あるとこういうのがそのまま飾れもしますし、対策も風対策もできるので、ぜひよろしければ、在庫結構あるので。いくらなの？これいくらだったかなこの値段です。いくらなの？テロップが今角度でいうとざっとこのぐらいの角度じゃないかなとは思ってます。これぐらいの角度で、ちょっとこの差し枝というか一番下枝を前に持ってこないといけないんですけど、持ってきてあげて、玉はこれで作るか。うちの枝いらなくなっちゃいそうだね。これ、これはそうですね。現状言うとこれなくてもいいかなとか思ってたんですけど、ないとちょっと頭が作りにくいかもしれないですね。これはいいよ。これはちょっと嫌味ですね。でこの辺で作っていこうかなと思います。結構前後の動きが大きいんですよ、この木。上から見ると。だからこの枝の動きをちょっと気にしないといけないですね。面白い木だよね。骨はすごくいいけど、ついで本当に枝ちょっと間延びしてもそうね、これね。そうですね。結構立ってるのかな。ここが今一回枯れてるんですよ。
1回というかもう全部枯れてるんで、はい、ここに関してはちょっとシャリを削ってあげるような感じかなと思います、ちょっと時間かけないといけないですねこれね。はい、でここがおそらく継ぎ目だと思われるんで、ここの扱いはちょっと気をつけないと避ける可能性あるんで、片方シャリ作ってしかも針金で曲げるので、はい、じゃあやっていきましょう。お願いします。そこまでいらないと思うんですよね、実際。ここが削れるんだ。あるシャリとつなげたい感じですよね。そうですね。ちょっと時短で、はい、これでやっていきます。もうなんか虫食いみたいな中スカスカだったからいい味が出ましたね。ウロみたいになって、これが味ですよね。ここを削りました。いい感じにねできたかなと思います、はい、そしたらじゃあ次は、針金をかけていきたいと思います、はい、で重要なのはここの枝なんですけど、この枝を前に持ってこないといけないんですよ。そうですね。それが結構大変なので、そこをちょっとちゃんとやっていきたいなと思います。針金だけだと曲がらないので、ちょっと引っ張りながらになると思いますけど、やっていきたいと思います。ラファイアも？ラファイアは巻かないかな。いけそう？ファイア巻いちゃうとちょっと見えないんで、その割れた時とかあんま巻かないで僕はいつもやってますけど、ここは多分そんな曲がらないんですよ。シャリがあるから。なので、この辺から一応かけるけど、実際曲げるのはここと、あとは全体的に引っ張るような感じになるかなと思います。そもそもがそんなに曲がるような枝の太さではないんで、支えになるぐらいな感じで針金をかけようと。人もでももろそうだから固定するの大変だね。そうですね。もうこの陣だいぶあれだね。石灰用合材なんですか？何が？塗る頻度が少ないからそれもあるかもしれないね。脆くなってるのかな。腐り防止みたいな感じでしょ？もうそういう効果もありますし。でざっと巻けたので、今度細かいやつをかけていきます。でかけてってその後にちょっと引っ張りたいなと思いまして、今ざっと荒掛けができたので、針金で、誘引というか引っ張っていきたいと思います。どこ引っ張るんですか？こことここですかね。こことここかな。ここ？下前に入れてくる。シャリに乗っかればいい。シャリに乗っかる？今ね、シャリにこっち側乗せてるの。
ジャッキで締めて縛ると。はい。一回これぐらいで、もうちょいここが引っ張れれば一番いいんだけど、下を通して引っ張る感じかな。そしたらじゃあちょっと細かいのをかけていきましょうか。はい。これ結構どうすんねんっていう気だと思うんですけど、最初、どっから考えですか、こういう。僕は差し枝と頭だけです。これどうするか、どれを使うかって決めちゃえば、あとは木としては成立するんで。先に正面決める？まあ正面は決めますけどね。正面決めた後に差し枝頭っていう考え方で。大抵いけますか、それで。大抵いけます、選ぶときはやっぱり幹の面白いところを活かせる位置の差し枝はどこかなって考えてるかもしれない。裏枝がないとか、裏枝みたいなのが正面にしたい方にあるとかあるじゃない、そういうのは。そういうのはでも他で代用できないかなとか、一時的にこの木をずっとその形じゃないから、一時的にそれで成立するんであればそれでもいいのかなと思うし、裏枝になりそうな枝があったらそれを生かすみたいな、将来的に太らしてとか。細かい針金をかけております。目つみをしながらですか？そうですね。はい、ちょっと細かいの関わりましたんで、もうちょっとこっちに持っていきたいので、引っ張ろうかなと思います。壊れた。ないかな。どっちやる？おお、切れた。あ、てか割れた、ここが。わあ、いい感じだったね。なんかいい感じじゃん。あそこはね、ここはいい感じです。裏側に見えないように。はい、ピースを。おお、怖い。一回これでだいぶ前に来たかもしれない。割れてもないですね。はい、OK。どうですかね。よかったしね、来ましたよね。縮まったかな。ここだけでもいい気がするけど。持ってないよ、でも。その方がなんか豪快じゃない？ちょっと聞いてみようか。はい、なんかちょっと相談してたみたいですけど。弊社のご提案内容は。弊社のご提案の。はい。今頭をこれで作るか、もしくは裏から来るこれでまあなんか頭に見せるかのどっちかだったんですよ。
現状を言うと流れと真逆に両方とも枝がいってるんですよね。太いのはこれもそうだし、ね、これ頭筋にはちょっとそうこれもそうだし、反対側にいってる。でもこれが頂点にならないといけないんですよ、こういう木ってこのシャリがね倒すならね。そうってやった時に下だけで作ってもいいんじゃないかとは思ったんですよね、僕。それが弊社のご提案内容、はい、弊社のご提案内容っていうところで、ちょっとクライアントさんにご相談したところそれで行ってみようかと行ってなりました。クライアントさんいるんですね。クライアントさんなので、そこからまた売りに出しますね。まあね、後ろから頭っていうのも変だし、そう要は将来を思った時にごまかしの木になっちゃうから、だったら思い切っちゃってもいいのかなっていうところですね。角度をこうしたからっていうのもあるよね。そうですね。多分ね。あとちゃんと寄ったし幹が。いっちゃいますか。いっちゃいましょう。じゃあ、せっかく継いだのに。こういう時もあると。削るのはいつでもできるので、とりあえず長くしときます。こう真逆にいってますかね、動きとね。今でもこっちは本筋だよね。違うか。本筋はこっちなんですね。そうそう。この辺もそんないらないよな。あれしました。いい小なので、これは差し切り。うわー、すごいね。動きはめっちゃ見えていいね。こういう木か。ちょっとでも幹に対して葉っぱ少なくなっちゃったね。まあでも現状だから、これが将来こんもりしてくれば、なるほど、いい木になると思いますよ。さて、じゃあ削りだね。時間かかりますね。今からこれ全部削ります。ちょっと時間かかりますけど、かかりそうですね。夏じゃないから剥けないし、間違えて目薬切ったら終わりだもんね。ただのオブジェになっちゃうんで、流木の。でもこれ残してる理由はこの動きが面白いからなんですよ。だからこれがただのまっすぐな棒だったらこんないらないと思いますけど、動きが面白いから残してるんであって。でもあれですね、山木でこういうのがあるってことですもんね、実際の自然で。そうですそうです。だから畳み込みをあながしなくもないんだね。そういう環境にあったらね、そうなるんじゃないかな。僕こんな心拍と五葉松ありますもん、畳んだやつで。そっか、車輪にできる部分も増えるから水水はこっちは細くできるんです。細くできるってことだよね。今はバランス的にこことここが太さがちょっと違うんですよ。けどそれは削れるのが心拍のいいとこなんで、削って痛み気にしていって、古さも出るし、この木のね動きもいいですからね。これ詰まるからあらかじめ僕水水取っときたいんですよね。詰まるっていうのはルーターの目が。木の部分だけだったらルーターでいいんだけど、大改作になっちゃいましたね。こんな感じじゃなかったんですけどね。なんやかんや鉢とか探しに行ってしまって他の園に行ってきました。結局いろいろあって白紙になったんでね。そう振り出しに戻りました。でその間私は何ちゃんでしたっけ。ちょっと名前忘れてた。重要なんで。日本に住んでる中国人作家さん、キノコとナメクジがついてるこの鉢面白いですよね。いいですよね。結構お安いお値段で売ってます。ショート円で販売中です。結構ありました。どうぞ皆さん。植え替えは今日やりますか。ちょっと
鉢がピンとくるのがなくて、今ちょっと別のを探している段階なんですよ、はい、なのでちょっともう針金かけをとりあえず終わらせちゃいます。はい。メンバーシップ動画では神田さんにあんなことやこんなことまでいろいろ聞く動画がアップされましたので、よろしくお願いします。だいぶ真面目な内容になって。真面目かな。真面目でしょ。盆栽やるとモテるみたいな話してたじゃないですか。そこだけ取られるとしてでしょぜひメンバーシップに入って見てみてください。できた？はい、できました。一応こういう形で針金かけが終わりまして、シャリもまあちょっと荒っぽいところもありますけど一回削りましたので、一回これでちょっとシャリを塗って白くしようかなと思います、はい、でそれが乾いたらちょっと植え替えをしようと思うんですけど、ちょっとなかなか今いい鉢がない状態なので、いい鉢を見つけ次第植え替えになるかなと思います、はい、今日はちょっとできないかなという状況です。ということはつまり今日後日とこんな忙しい時にはい、当てはなっちゃったし、はい、よろしくお願いします。じゃあ後日、はい、はい、終わると思いきや石灰用護剤を塗ると思ったらいなくなりました。来てる部分に溶護剤がいかないように、カットパスタを。溶護剤は芯を白くするためと腐り防止ですね。そうです。やっぱやってあげるのとやってあげないのでは、だいぶ腐り方が違うんですよね。なりますか。また猫喧嘩し始めましたね。激しくなった。溶護剤は劇薬ですので、お取り扱いはご注意ください。めっちゃ喧嘩して。それでは来週、はい、来週かな。お楽しみに。お楽しみに。数日経過しました。はい。はい。鉢の方はですね、ちょっとどうにか、合いそうなやつに入れてみました。ああ、ここへこんでるやつだ。ちょうどへこんでるとこに持ってったっていう。盆栽？盆栽じゃないと思うな。じゃないよね。違う。南蛮鉢ですね。植え替えも行ってしまいましたので、はい、基本的にこういうような、県外の姿になってます、でどっちかというと、荒々しいような見た目はしてますけども、動きが幾度とこう折り重なって、動いてる細い木なので、正方のがっちりとした印象よりかは少し、丸っぽいのが合うかなと思ってこういうのに入れてみました。なるほど、はい。ポイントとしてはまずここの折れたところがちょっとくぼみに入ったっていうところで、別にこだわったことではないんですけども、ちょうどいい落ち着いたところに入ったかなという印象ですね。ここじゃなくても入れられたんですけど、遊びとして面白いかなって、やってみたところです。であとはですね、今石灰用護剤に塗りましたのでだいぶ真っ白になってますけど、まだもうちょっと黄色いところが出てきてしまってるので、何回か溶護剤塗ってあげるともうちょっと白くなってくるんじゃないかなと思います。あとはこの切り口ですね、にはカットパスタ塗っておきました。溶護剤が入んないようにっていうところと、あとはちょっと今の時期乾燥してますので、傷口から乾燥してしまってこっちにダメージいかないようにっていうところで、やってます。針金かけもそうだし植え替えもそうなんですけど、この時期の作業なので、終わった後は今はハウスの中に入れてます、という感じですかね。気になるところで言うと、ここ、ここの陣がこの幹とこう重なってるのはどうなのかなっていう、今現状この裏に行ってるので、ちょっと将来的に上に向かしてあげたりとか
そういうのができればいいんじゃないかなと思ってますけど。まだもうでも車輪だからあれか、熱与えてとか、そうですね、お湯につ完全にけてみたいな。乾かしてからの方がいいかもしれないですね。はであとは幹の太さのバランスでいうと、うんうんこちらが今はやっぱり太いんですよ、足元側で、ここからまあ枝になって幹になったわけですけど、細さのバランスとしてはまあ細くなってますので、このバランスを変えてあげた方がいいのかなと思うので、まあ、統一感を持ってこっちの足元も細幹にしてあげたいなと思ってます。なるほど、これは車輪の拡張をしてそうですね、板車輪にしてもっと細い印象に細くしたいっていうところですね。じゃあまだまだ発展途上。そうですね、まあ細いのがいいというか、まあ太いだけではダメなんだよっていうところですよね。やっぱりその木のバランス、立ち上がりからのどういう環境で生きてきたかなっていうのを見ると、やっぱりもうちょっと統一感があった方が木は締まってくるんじゃないかなと思います。なるほど。はい、はい、こちらがじゃあ販売中。そうですね、当園で気になる方は東樹園さんに来てください。はい、植えてたらもうすいませんと。すいません。はい、はい、ということでお知らせです。お知らせです。2月の21から24の間にですね、新潟駅ガタリウムっていう新しい商業施設の中で、盆栽を持って行ってですね、大宮の魅力を PR しようというイベントに参加してまいります。で、私はおそらく行けないかなと思うんですけど、うちの高木と盆栽オーナーの大河君が、行く予定になってますので、大宮から盆栽を新潟に持っていくっていうような、我々としては初めての、機会になりますので、今年はだから金沢に今まで出たのがなくなるってこと。なくなって去年は仙台行ったんだけど、今年はその企画で新潟に今度そういう感じ行くことになってます。はい、なのでまた来年以降もいろんなとこ行くかもしれませんけども、今年に限っては、新潟に行かせていただきますので、ぜひ遊びに来ていただいて、盆栽求めていただけたらなというふうに思ってます。はい、単純に会いに来ていただける分にも本人たちは嬉しいと思いますので、賑やかしに来ていただければと思いますので、はい、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、心拍の、何ですかね、骨格作りというか、枝抜きと、陣を作って針金植え替えと、全部やっちゃいましたけども、だいぶ最初の印象とは変わったかなと思いますので、この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。お願いします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。